皆さん、りくりゅうの人気が、あの圧倒的存在の大谷翔平選手に次ぐ第2位に一気に浮上していることが調査データで実証されたことをご存知ですか？しかもその理由が金メダルを取ったから盛り上がった。ただそれだけではありませんでした。それを象徴するような言葉を、ミスター・チルドレン、桜井和寿さんまで口にしました。りくりゅうの好感度の高さって何が元なんだろう。今日はこの一言を入り口に、なぜりくりゅうはここまで愛されるのか、人気度調査の数字と証言をもとにじっくり見ていきます。それに伴い有名になっていくこと自体に少し複雑な気持ちになる方もいるかもしれません。でもその広がりはりくりゅうが思い描く未来や夢に近づくことでもあります。その点も合わせて後ほど触れていきますのでご覧ください。さて、今公開された人気度調査を見ていくと、りくりゅうの人気は単なる五輪フィーバーでは説明できないレベルに入ってきています。しかもその人気は演技がすごいという評価だけではありません。また見たい、応援したい、感じがいい、そんな人物としての好感度まで一気に突き抜けているんです。まずは今話題の博報堂が調査したイメージ評価から見えてきたりくりゅう人気の現在地を追っていきましょう。第1章、博報堂調査で判明したまさかの現在地。まず最初にご紹介したいのが博報堂が発表したアスリートイメージ評価調査です。この調査で総合1位は大谷翔平選手、そして2位が三浦璃来選手、3位が木原龍一選手でした。つまり、りくりゅうは全競技を含む日本のアスリートの中で2人揃ってトップ3に入ったことになります。これ、かなり衝撃的です。何しろ、1位は木原龍一さんも大好きだと公言していた大谷翔平選手です。世界規模で注目される存在のすぐ後ろにペアの2人が並んでいる。しかもこの調査はただ最近話題だから上位に入ったというような軽いものではありません。広告や企業起用の判断材料としても使われる。いわば今世の中に最も好意的に受け入れられているアスリート像を測るデータです。その中でりくりゅうが2位と3位。これは競技で勝ったというだけでは説明しきれません。社会全体から見た信頼感や好感度まで一気に高まっている証拠と言えそうです。ただ、ここで一つだけ置き去りにしたくない視点があります。この人気の広がりをただすごいで終わらせていいのか。その意味もここで少し丁寧に見ておきたいと思います。第2章、人気が広がることの意味。りくりゅうの夢に近づくために、こうして人気度調査や広告価値の話が出てくると、有名になっていくこと自体に少し複雑な気持ちになる方もいるかもしれません。メディアに持ち上げられて、その後は逆に消費される。そんな今の SNS やメディアの空気を決して好ましいとは思いませんし、りくりゅうには決してそういう扱われ方をしてほしくありません。ただ、その一方で、有名になることはりくりゅうの夢を叶えることにもつながっていきます。それは、二人が思い描いてきた日本でペア競技の認知を広げ、将来的には後進を育て、日本をペア大国にしたいという夢にも近づいていくということです。認知が広がれば、ペアに憧れる子供が増えるかもしれない。興味を持つ選手が増えるかもしれない。将来、二人が指導者として立つ時の土台にもなっていくかもしれない。木下グループさんのようなフィギュア界を支援するスポンサーも増えるかもしれない。そう考えると、
今広がっている人気は、ただ注目を集めるだけの話ではなく、陸流の夢である、日本のペア競技の未来を押し広げる力にもつながっていくことでしょう。では、その人気は具体的にどんな魅力によって支えられているのか、ここで見えてくるのが、ペア競技としてはかなり異例とも言える陸流ならではの強さです。第3章、ペアなのに両方強いという異例な調査結果。まず、陸流人気の中身としてとても大きいのがこの点です。三浦璃来選手が華やかなアスリート部門で1位、木原龍一選手も4位に入っていました。ここもとても大きなポイントです。ペア競技ではどうしてもどちらか一方の印象が強くなりやすいものです。ですが、陸流は違います。三浦選手の華やかさ、柔らかさ、表情の豊かさ、木原選手の落ち着き、包容力、安定感、その両方がちゃんと世の中に届いているんです。だから、二人が並んだ時、魅力が足し算ではなく、何倍にも膨らんで見える。しかも、ここが陸流の強さですよね。どちらか一人のスター性にもう一人が支えられているのではなく、二人ともがそれぞれ別の魅力で支持されている。だからこそ、ペアとして見た時の説得力が強いんですね。第4章、陸流だけじゃない、調査で見えた、フィギュア人気の強さ。さらに、今回の調査でもう一つ見逃せないのが、陸流だけではない、フィギュアスケート陣が上位を占めているということです。総合ランキングでは、三浦璃来選手が2位、木原龍一選手が3位、さらに、坂本花織選手が4位、中井亜美選手が5位に入っていました。つまり、総合トップ5のうち、4人がフィギュア勢。この並びは、かなり象徴的です。また、個別イメージでも、純粋なアスリート部門では、鍵山優真選手が1位。華やかなアスリート部門では、三浦璃来選手が1位。坂本花織選手が2位。中井亜美選手が3位。木原龍一選手が4位。さらに、可愛い部門では、中井亜美選手が1位。明るい部門では、坂本花織選手が1位となっていて、フィギュアスケート勢そのものへの関心の強さも改めて見えてきます。つまり今の流れは、陸流個人の人気が大きく伸びているというだけではありません。フィギュアスケートという競技全体への注目や期待が高まる中で、一気に陸流がその中心地となった。そんな見方もできそうです。ここまで博報堂調査から見えてきた陸流人気の現在地を見てきました。ランキング1位にいるのは大谷翔平選手です。世界規模で知られるあの圧倒的な存在のすぐ後ろに三浦璃来選手、木原龍一選手が並んでいる。その事実だけでも、一フィギュアスケート界の、しかも結構、通好みの推しが多かった、あの陸流が大きな支持を一気に集める存在になっているのが見えてきます。そこで、次の第2部では、オリンピック前とオリンピック後のデータを比べながら、大谷翔平選手とは、少し違う形で広がっていった陸流ならではの人気の背景とは、その裏側を調査データから紐解いていきます。ぜひ第2部も続けてご覧ください。いいねとチャンネル登録をいただけると次回の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。メンバーシップもぜひ応援いただけるととても励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。